ご視聴ありがとうございます。ももかんと申します。今回もしっかり勉強して我々の知性をアップデートしていきましょう。今回は名調とエンドフィールドの女性キャラクターの色気表現を徹底比較しようと思います。こちら両者でコンセプトがかなり違いまして、正直ここはエンドフィールドの方がいいな。いや、こっちは名調がいいなということがいろいろ見つかりましたから、今後遊ぶゲームの参考にしてください。では行きましょう。エンドフィールドの色気の正体がとんでもないことになっています。いきなりですが、先にもう結論から言っちゃいましょう。エンドフィールドのね、質感がすごい話題になってますが、この質感の正体は、抑えたムチムチ感、揺れ物が控えめ、細かい凹凸、そして色の変化で硬派重視。それがエンドフィールド女かなと個人的には思っています。特に細かい凹凸と色の変化から感じられる生々しさというものは、頭2つは抜けてるんじゃないかという印象です。まず、抑えたムチムチ感について、名調と比べて何がどうなのか見ていきましょう。こちらをご覧ください。このキャラクターはエンドフィールドのペリカと言いまして、主にゲームの案内役を務めているメインキャラクターとなっています。名調で言いますと、ヤンヤン的な立ち位置ですね。このペリカちゃんはね、もう猫耳っぽい頭が可愛くて、もうこちらもね、無意識に手が伸びてしまいそうで、もう自制心保つのがね、大変なキャラクターなんですよ。で、彼女の黒タイツもね、非常に魅力的に見えておりまして、もう最高ですね。もうね、同棲したい。同棲したいです。ペリカちゃんと同棲したらね、ペリカちゃんが仕事から帰ってきた時にね、お帰りって迎えてあげて、ただいま疲れたってペリカちゃんが言ってね、ちょっとタイツ脱いでくるねって脱衣所に行って、もぞもぞ着替えている音が聞こえてきたりしますよね。もうね、最高なんですね、これが。そんな足なんですが、よく見ていただきますと、ガーターがついてる割には肉がほとんどはみ出てないんですね。これ、ペリカちゃんが細いだけじゃないですかと思いそうになるんですが、こちらのお姉さんの足を見てみても肉があまり出てないですね。本当にね、自然な感じで少しはみ出てるかなという程度に抑えられています。私としてはこのわずかな食い込みだけでもね、白米3杯はいけます。ありがとうございます。他のキャラクターたちも確認できる範囲でしてみたのですが、このスノーシャインちゃんが一番ムチッと感が強いは強いかなという感じになっていて、あんまりね、露骨にムチムチした方は今んとこいないのかなという感じになってます。この自然な表現によって誇張されていないエロスを感じやすいんですね。ムチムチさせれば釣れると思っているような浅い考えではどうやらなさそうです。お前ら本当はこういうのも好きなんだろって公式にね、見透かされている感じがしますね。悔しいんですが、実際好きです。一方、名調では、ザンニーの新衣装とか、ガルブレーナに至ってはもうね、ムチムチムチっていうね、着てる服の悲鳴が聞こえてきそうな感じの表現となっております。この限界ギリギリが好きなんだろうと出された料理をね、残さず平らげるのが礼儀ってもんですからね。これはこれで最高というわけです。あえて誇張表現を使うことで、より刺激的なキャラクターを作ろうとしている感じがしますね。エンドフィールドはムチムチ感があえて抑えられていると言っていいかなと思います。硬派なゲームコンセプトに合わないだろうという判断かもしれません。こうしてみますと、足ムチラブな方は名調、足細自然派はエンドフィールドがいいかなという住み分けになっているのかなという感じがします。ただしね、エンドフィールドではムチムチ以外で足を見せる高度な表現が使われてるんですね。これは後ほど色の変化のパートで話していこうかなと思います。足の表現はこんな感じですごいんですけれども、揺れ物の表現にも非常に面白さがあるんですね。揺れ物っていうのは主に胸とか服とか、あと髪のことですね。この表現についてもエンドフィールドと名調では結構な違いがあります。まずはエンドフィールドでお姉さんに走ってもらいましょう。こちらのお姉さんね、相当いいものをお持ちですが、いかがでしょうか。はい、見てお分かりの通り、体の揺れはほとんどないんですね。歩いてもらうと多少はわかるんですが、これくらいに収まってるという感じです。あんまり胸をしっかり支えている服装には見えないんですが、揺れはかなり限定的といった感じです。一方、名調ではどうでしょうか。こちらはね、ちょっと歩くだけで体の揺れが非常に激しくなっております。特に調理先生なんかもこれ、すごいことになってまして、もう上下だけじゃなくて前後左右にね、もう縦横無尽に駆け巡ってるという感じがして、いや、ていうかこれ改めて見るとこれマジですごいな、これ。
いやー、さすがという感じです。人類というのはね、揺れれば揺れるほど幸せになるようにできていますから、もうこれには抗えないわけですね。ここは名調のこだわりポイントと言えるでしょう。では、体以外の揺れはどうでしょうか。エンドフィールドでは服や髪の揺れが非常に細やかです。見ていても違和感がなくね、こう動いたら髪や服はそらこう動くよねというような物理法則が自然と表現されています。これほどの揺れ物技術をエンドフィールドは持っていますから、体が揺れないというところはもうあえて揺らしてないということでしょう。ここには硬派な世界観に過度な揺れは合わないという運営の強い意志を感じます。もちろん名調もね、服や髪の揺れには多くの労力が使われていますね。特に示唆に関しては髪の揺れが一段と細やかになってきておりますから、今後ますます発展しそうだなという予感がしてきます。いろいろ揺らして私たちを楽しませてくれる名調と、こだわりは捨てずに自然さを大事にしているエンドフィールドといった感じになっているかなと思います。ではここで揺れ物をせっかく見たことですから、サイズも一緒に見ていきましょう。これは我々紳士にとっては非常に重要な情報の一つです。大きさはキャラクターのスクショから長さを計測して楕円に近似して求めております。まだこのアカウントは全キャラ揃っているわけではないですから、なんとなくのね、全体感として見ていただけたらと思います。今のところエンドフィールドにはいろんな大きさが揃っておりまして、少なくとも C から H までは観測できました。分布としてはこのような感じです。例えば、ヒロインのペリカは D で、スノーシャインが H となっております。H はこの手のゲームでは結構でかい方なんじゃないかなと思ってまして、例えばこちらは名調のバスト分布になりますが、H はかなり大きい方のグループに入ってきます。名調の場合はね、最大値が外れすぎてバグってるんで、なんともっていう感じなんですが、エンドフィールドもこれに追随するのかどうか楽しみにしたいところです。また体型としましては、ボンキュッポンの砂時計型とヒップが大きい洋梨型に集中しています。体型自体は結構無難な感じで、今んところ様子見なのかなといった感じです。また今後バストが大きめのリンゴ型が出てくるのかどうか楽しみにしておきたいところです。ただ今回は前回のベータテストで分かっていた身長から計算しておりまして、その身長自体が今後変わる可能性もありますから、まだ確定は無理かなという感じです。少なくとも大きさはいろいろ揃えるつもりがあるというところがここから伺えますから、この点は心配いらないかなと思います。自分の壁に刺さるサイズが一人もいねえよという紳士にとって一番辛い未来線はひとまず回避されそうかなという感じがあります。こんな感じで大きく見ると足と揺れ物が大きく違うのかなという感じなんですが、もうちょっと細かく見た質感にも変態的なこだわりを感じますね。特に凹凸についてですが、正直ここはエンドフィールドの独壇場になってます。まずはこちらをご覧ください。服の表面が非常にデコボコしているというのが伝わりますでしょうか。単にね、色分けをちょっとしているというレベルをはるかに超えていて、凹んだ部分と飛び出ている部分が連続的に変化しているというのがなんとなく分かってくるかなと思います。私が確認した限りではありますが、多くのキャラでこの服や装備のデコボコ表現が踏襲されてますね。普通にプレイしてたらこれ気づかないレベルなのかもわからないですが、変態的なこだわりにはね、こちらも変態的な視点で答える。それが礼儀かなと思ってやっております。通常アニメ調のゲームではアニメ感を重視するために服の細かい凹凸はデフォルメ化されていて、あんまり表現されてないかなという感じがします。こちらは名調も完全な例外というわけではなく、色のグラデーションはしっかりつけられていますが、エンドフィールドほどの立体感を出すための細かい凹凸があるかと言われると結構限定的かなと思います。名調の場合は表面のこうした柄には非常に気を使われていて、かなり美しさを保ってはおりますが、デコボコ感とは少し違うルートかなという感じです。ではなぜこのエンドフィールドのこだわりが色気に重要なのか、それは圧倒的な生々しさが引き立つからでございます。皆さん今自分が着ている服装を見てみてください。リアルワールドの服っていうのは全然平面的じゃないですね。細かいデコボコが折り重なってます。で、僕らの脳みそは無意識的にね、こういう細かい部分から質感を判断するんですね。細かい変化があることで手触りを勝手に想像して触りたいという本能にダイレクトアタックしてくるわけですよ。
エンドフィールドの女の子はね、パッと見るだけで、この服の質感が一瞬で伝わってきますから、そこから体温とか手触りへ勝手に想像がどんどんいくわけです。だからキャラが目の前にいる感じがして、色気をより強く感じやすいというわけです。正直、この服の表現はアニメ調の域は完全に超えてるかなという感じです。誤解のないように言いますと、名調が劣っているというわけでは全くないですね。名調はあくまでアニメの範囲内で最高品質を追求しようとしているのかなという雰囲気があります。対してエンドフィールドはそこにこだわりはなくて、もうアニメ調というよりアニメ風のリアルを目指しているのかなという風な印象があります。このあたりさらに細かい秘密もありそうですから、詳しい方もしいらっしゃいましたらコメント欄で教えていただけますと幸いです。次に色の変化ですが、こちらも異様なほどのこだわりを感じます。エンドフィールドのキャラクターを舐め回すように見ますと、同じ色が広く続いている箇所がほとんどないんだなということに気づきますね。特にこれが肌にも見られるわけですよ。先ほど足のムチムチ以外に表現があるとお伝えしましたが、それがこの色の変化になります。太ももを見ますと、肌の色が正面からずれるにつれて、色が変化しているということがわかります。これによって立体感が生まれていて、直接ムチっとしていないのになんだか柔らかそうに見えてくるわけですよ。こう見えてないのにわかる柔らかさというか、理性が一瞬でブラックアップするような柔らかさ、そんな感じがしますね。で、この色の変化は髪を見ていてもよくわかりますね。例えばこちらの生え際から先っちょに行くにつれて、色がほぼ絶え間なく変化しているというところが見えてきます。影で色が変わっているというよりは、元からこの色のグラデーションになっているんだなというところがここから見えてくるわけですね。また髪にはところどころベースの色と全く違う色が点在していますから、余計この変化が色濃く出てくるわけです。また服も同じでして、先ほどの凹凸に加えて、この色の細やかな変化も非常に服にも多いわけです。テレビでやっているアニメなんかでは特に影の陰影はつけても元々の色をここまで細かく変えるということはあまりしませんからね。この色の付け方もアニメの域を超えた表現になっているのかなという感じがします。こうした細かい色彩の変化も色気に大きく影響してくるわけですね。細かい差があるほど脳は大きく反応するわけですから。ただ一方で細かい表現があるほど情報量が増えるんで、それがかえってね、ごちゃごちゃしているように感じる方もいるかもしれません。もっとシンプルな方がいいという好みの問題もあることでしょう。なので、細かい表現が好きならエンドフィールド。シンプルな最高品質なら名調といった住み分けになってくるのかなという感じがします。そしてこのエンドフィールドの凹凸と色の変化の合わせ技で出てくるのが雨粒表現です。雨が降ってるステージにいると、体や装備を伝っていく雨粒がめちゃくちゃリアルに見えるんですね。これはすごいなっていう感じはするんですが、この雨粒の細かい凹凸感を出しつつも、雨粒がついている下の素材と雨粒部分との色の変化、これをつけることで、体についた水がそこにあるかのような表現になっているわけです。そしてね、この雨の感じが最大限に生きてくるのが、タイツの濡れでございます。こちらのね、ペリカちゃんの濡れ濡れ具合を見てください。タイツが濡れて色が濃くなってまして、下の大地への妄想がより止まらなくなるわけでございます。これを見てね、ニヤニヤしているそこのあなた、もう手遅れです。私と一緒に落ちるとこまで落ちていきましょう。もうこの濡れタイツはね、もう個人的にはもうバブミの暴力ですね。もしね、通勤電車の向かいの席にこの濡れ濡れペリカが座ってたらね、もうその日一日の予定は完全に崩れ去ることになりますね。今日は一日サボってこの世界線を眺めておこうという気分になること間違いなしです。では、ここから、見た目は分かったけれども、実際操作してどうなんですかと、女の子になりきれる捜査官ですかという話をしていきます。ここはぶっちゃけ言いますと、アクションとしては名調の方が今のところ私としては好みかなという印象になってますね。キャラクターを自分の意思で自由にしっかり操作している感じとしては名調の方がややリードしているかなという印象があります。加えましてエンドフィールドは今のところ壁登りもできませんから、探索の快適さも名調の方が一歩リードかなという感じです。ソワーもありますからね、ここは言わずもがなかなと思います。このあたりは今後すぐ改善されるかもしれませんが、エンドフィールド運営がね、硬派な雰囲気にどこまでこだわるかで結構変わってきそうな部分かなという感じです。
名調の壁登りは超快適ではあるんですが、コミカルさも一定出てしまいますからね。この辺は今後どうしていくのかというところは注目です。ただし、エンドフィールドには名調にはない明確な強みが一つあって、しかもこれが結構でかいんですね。それが、エンドフィールドは4人編成であるんですが、組んだキャラクターが全員画面上に出続けるんですね。つまり、こういうゲームにありがちな、推しを操作したいけどちょっと弱くなっちゃったから、泣く泣くもっと強いキャラ操作してるとかね。推しのレアリティが低くて仕方なくもっとレアリティが高いキャラクターを操作してます。みたいなことが起こりにくいわけです。個人的にはね、ソシャゲで推し問題ってかなりでかいと思っていて、推しが時代についていけずに弱くなっちゃったりとか、推しのレアリティが低くていまいち使い勝手かなみたいないうことが頻繁に起こるかなと思うんですが、少なくともね、推しをずっと眺めながらゲームしたいという方にとっては、エンドフィールドのこのシステムはかなり良さそうです。これどういうことかと言いますと、例えばエンドフィールドの私の今のところの推しとしては、このチェンちゃんとフローライトちゃんなんでね、この2人を同時に使っていきたいわけですよ。でね、チェンちゃんはね、笑顔が可愛い。これ付き合ってほしいですね。で、フローライトちゃんはね、もう目がいい。このじと目でボディラインのわかる黒い服がいいですね。絶対に浮気しないから、ぜひ付き合ってほしいです。ただ、フローライトちゃんはね、レアリティが低いんで、ちょっと火力も控えめになってるんですね。でも、2人同時に使いたいというときは、例えば、チェンちゃんを操作しつつ、フローライトちゃんをチームに入れておくと、これ2人同時に眺めることができるわけですよ。で逆にね、フローライトちゃんを操作したいなという特技もあるわけですね。フローライトちゃんね、ちょっと火力がおぼつかないんですが、チェンちゃんもね、一緒に戦ってくれてるわけですから、これ問題ないわけですね。こんな感じでね、推しに囲まれて冒険する、福利厚生を最大限受けることができるわけです。で、もちろんエンドコンテンツがね、今後どうなっていくかというのは分かりかねますが、推しを入れる余地が全くないという感じは今のところありませんからね、これ相当でかいわけですよ。ここは非常に大きな特徴として、今後ますます注目されるんじゃないかなっていう感じがします。というわけで、名調とエンドフィールドそれぞれの色気をゆっくり見ていきました。今後もこのチャンネルではキャラクターの魅力をどんどん深掘っていこうと思いますので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。以上、モーカンでした。ではまた。